ここが好きだよ日本人へようこそ。衣食住、この3つは快適に毎日を過ごすためにも欠かせないものです。特に住居というのは長い期間を通して変わらない存在であるため、こだわりが詰まっているという方もいることでしょう。日本の古民家というのは昔の人々の暮らしの知恵が詰まっていたり、日本の伝統建築であったりと、今では貴重な建築物となっています。今回はそんな古民家に日本の伝統への期待を込めていた外国人の方のお話です。しかし、いざ生活してみると、彼の想像は大きく裏切られたものでした。やあ、こんにちは。私はケラー。フランス出身の49歳です。私の地元には世界でも有名な建築物があってね、観光客にも人気の場所となっているんだ。その建物というのがモン・サン・ミシェルだね。これはゴシック建築の様式が反映されていて、フランスが誇る世界遺産の一つとなっているんだ。地元の人々からは西洋の脅威や海上のピラミッドなどと呼ばれて、フランスの巡礼地としても人気のスポットになっている。ゴシック建築というのは12世紀から15世紀頃の時代、パリを中心とするフランスを発端にヨーロッパ各地に影響を与えた建築様式なんだ。ゴシックの語源は15から16世紀に中世の芸術や混乱、無秩序な野蛮なものを表す言葉であったんだ。その後18世紀になると、構造力学的視点からとても合理的な建築構造であるとして高い評価を受けてね。しかも内部の様子はヨーロッパの黒い森として称賛された。それからというもの、ゴシックと称された当初の野蛮なイメージはなくなったね。今の住まいとの出会いは日本の空き家バンクというサイトだったね。40歳を過ぎたあたりから都会を離れて田舎の方に住んでみたいなと思っていたんだ。年を取ってくると人混みの中でせかせかと生きるのがしんどくなってきて、そろそろゆっくりとした時間の流れの中で過ごしたいという気持ちが強くなってきたんだよね。つまり何も考えずにぼーっと日向ぼっこをしてみたり、自分の趣味に没頭してみたりと、自分と向き合う時間が大切になってきたというわけだね。それまで満員電車に乗って仕事ばかりをしてきた反動だろうね。そういった気持ちもあって、都会を離れて田舎の方で居住先を探し始めたんだよ。その時に利用していた空き家バンクのサイトに載っていた家の中に、数は少なかったけど見慣れた一軒家とは少し変わったものを見つけたんだ。それが今の家というわけ。自分が日本に来て見慣れている建物というのはコンクリートのものなんだけど、今の家は木造というのが前面に伝わってきて、少し時代の流れを感じるような古めかしいお家だったんだ。いわゆる古民家というものだね。いかにも日本の建物って感じがして気になり始めたんだ。それ以来その家が頭から離れなくて、もう決めちゃおうと思って購入したんだ。やはり都会と比べて値段がぐんと下がるから、それが購入する最終的な決め手になったよね。そしていよいよ引っ越しを済ませて古民家での生活が始まったんだよ。はじめは日本伝統のお家で生活できることのワクワクが大きかったけど、何日も何ヶ月も住んでいるとだんだんと住みづらさを感じ始めて、
値段で決めてしまったことを後悔したんだ。自分のせいではあるんだけど、とても住みにくかったんだ。日に日に気になる点が増えてってね。とにかく家の中が暗いんだよ。古民家は軒が普通のお家よりも深くなっているから日差しが入りにくくなっていて、昼間でも暗いんだ。梅雨の時期になると雨風の影響をもろに受けるんだよね。建物が建ってから何十年も経っているから建具が反っていたりして隙間が結構あったり、強風が吹くと雨戸が揺られてうるさい。だいたい強風だった翌日には天井から黒いほこりがいっぱい落ちてくるんだ。強風で家が揺れて天井の隙間から長い間積もったほこりが見えないところにいるわけさ。そうなると掃除がめんどくさいんだよね。そして一番辛い時期が冬なんだよ。とにかく寒い。大寒の時期に朝起きて温度計を見てみると家の中でも氷点下ってことが日常になるんだ。住んでいる地域にもよると思うけど、氷点下を記録しない日は3日くらいしかないんだよ。古民家自体が実は夏向きに作られている建物になっていて、床とか壁も断熱材も入っていないから冬は特に寒さが身に染みたね。そんな冬を越えて春を迎えても家の中は真冬並みなんだよ。3月4月になると春の暖かさで外に出ると気持ちいいのに、家の中に入ってみると寒い時があるんだよね。というのも光は家の中に入りにくいし、障子は通気性がいい割に断熱材が入っていないこともあるんだろうね。そんな風に少しずつ不満を感じながら1年を過ごしてきたわけだけど、1年を通して苦労をしたのは庭掃除や草刈りだね。古民家では土地が安い分敷地面積も広いって場合も多いらしいんだ。家を選ぶ時にはこんな庭でゆっくりできたら最高だなとか、家庭菜園なんてものにも挑戦してみようかなとか、いろいろと理想を描いていたんだけどね。特に暖かくなるとどんどん雑草が生えてくるから2ヶ月に1回くらいは手入れをしないと見苦しいものになってしまうんだよ。だからいつも掃除するときは気合を入れて 5,6 時間かけてしているんだ。その分時間をかけて手入れした庭を見ると晴れ晴れとした気持ちになるよ。まあその状態は2週間くらいしか保てないんだけどね。都会を出て憧れの田舎暮らしをしてみたわけだけど、古民家を選んでしまったことを本当に後悔したんだ。憧れと金額だけで住居を選んではいけないね。でも買ってしまったからなんとかしないとなと思っていろいろ調べてみると、古民家のリノベーションという記事をいくつも見てね、方法はこれしかないと思って専門店にお願いすることにしたんだ。そしてリノベーション後の古民家に今は住んでいるわけだけど、今の時代に合った古民家の作りというのを体感できて本当に充実した暮らしになったんだ。やっと日本の伝統建築を知れた気がして嬉しかったね。リノベーションする前から感じられたけど、古民家の一番の魅力はレトロな雰囲気があるところだよね。古い家独特の色味や質感、土間や縁側などの空間が醸し出す雰囲気がこの家に住んでて落ち着くポイントだったから、それを生かした改装にしてもらったんだ。新しくするとしても古い部分をあえて残すことで新しさと古さのギャップをデザインすることができるんだよ。気になっていた部分を新しくしながらも古い部分を残すことで古民家の良さをより一層引き立たせることができたね。
年月を経ることで生まれた古民家特有の素材や建物自体の味わいというものは、なかなか新築のような一から生み出せるものではないよね。古民家一軒一軒の建物自体が持つ魅力を引き出すことで、新築では出せないような古民家ならではの味わいを感じられる中で生活できるというのは嬉しかったよ。そういった古民家特有の魅力をより引き出しているのはヒノキやケヤキなどの木だね。古民家ではそのケヤキやヒノキなど立派な建材などで柱や梁に使われていて、しっかりとした作りの建物が多いんだよ。それに今ではもう手に入れることのできない建材が使われていたりしているから、建物自体が貴重なんてこともあるんだって。だから歴史のある建物を生かすということは資源の保護という観点から見ても価値が出てくるよね。改めて売らずにリノベーションという選択をしてよかったなと思うね。日本の伝統的な部分というのを残しながらも自分が住みやすい環境にすることができるからね。特に自分の場合は老後も見据えてバリアフリーにしたところかな。古民家はそもそもバリアフリーという概念がない時代に作られているから、急な段差だったり室内の段差が多かったりと、年を取るごとに生活するのが大変になってくるんだ。だから段差という部分にはこだわったね。他にもキッチンから浴室、洗面所などへの動線上の段差を作らないでスムーズに移動できるようにしたね。このようにして自分が住みやすいような環境に変化させながらも伝統を残すことで新しさと古さを両立させた今の家というのは離れたくないね。はじめは住みづらかったけど、それと同時の昔の日本人の暮らしというのを少なからず経験できたことで、今の生活の豊かさを感じられるきっかけとなったんだ。現在日本の社会問題でもある空き家、その数は約87万戸にも上ります。これは総住宅数のうち 14% が空き家となっているのです。そして放置された空き家は年々増加しており、特に地方での空き家が多くなっているのです。これは地方での雇用の数が著しく少ないため、いずれも実家を出て東京などの都会に就職するという流れが何十年も変わっていないことが原因として挙げられます。空き家を活用する方法としてはいくつかの試みがされています。例えば住まなくなったお家をそのまま貸すというもの。これは建物の状況にもよりますが、コストもかけずに活用することができれば定期的な収入にもなります。他にもシェアハウスにしたり民泊として貸し出したりするという方法もあります。そして最近増えてきているのが建物を解体して土地を活用することです。ひどく老朽化してしまっている建物であれば解体して更地で活用するというメリットは大いにあります。都心部ではコインパーキング、地方部では駐車場や家庭菜園として変化を遂げています。このように空き家として放置するのはもったいないほど選択肢はたくさんあります。もちろんケラーさんのようにリノベーションという方法もあります。昔の様式の中で生活するという経験はなかなかできるものではありません。古民家特有の古さを残しながらリノベーションをすることで自分にとってのベストな住環境を作り出せることができるのです。あなたの近くにもそういった物件が眠っているかもしれませんね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。